じゃあ、今回太ももから取ってハイブリッド補強をしていこうと思うんですけどね、かなり細い方なんで、めちゃくちゃバイルかなと思うのでやっていきます。なんかやろうと思った理由はありますか？着たい服を前まで着れるようにこう綺麗に着たいってことですね。OK です。ストップしたいとかではない。じゃなくてもなるほど。胸用に胸用にね、もうあくまで今回ちょっと内ももと前側やるんですけど、なんか内側取ったら大きく目立ったりします。まっすぐなくなるんだ。まっすぐ、ここをしっかりと取って、こっちはなんかへこませないようにするんで、なんか不自然な感じにはしないようにはしますけど、はい、この乳房パイのバストのラインは綺麗なので、あくまで変えずに入れていくのと、で、鎖骨が結構綺麗に見えてるんで、これ埋めるのもったいないんで、注入するとこぐらいまでいいかなと思うんですけど、どうです？いいですか？大丈夫ですか？で、ハイブリッド補強で、シリコンを入れた時にちょっと入れてきやすいのと、ちょっと離れた感じになるところを埋めるために、この真ん中のところですね、をしっかりと入れて、こっちが綺麗に見えるのと、あとこっちばっかり入れると、この乳頭の位置がちょっと離れて見えるので、ちょっと外側も入れる。じゃあこれでつきますね。じゃあ、入れていきます。はい。今ね、両方入ったんでね。いい感じなんで、もっとここ真ん中埋めていく感じで。じゃあ、注入ですね。で、ハイブリッド補強でね、埋めたいところってやっぱりこの真ん中だと思うので、ここをしっかりとね、埋めていきます。なんかシリコンだけでも結構ね、形綺麗なんで、さらにね、脂肪を注入することによってより滑らかなラインができるかなということで、ダウンタイム1日目です。胸はパンパンに腫れていて、起き上がるときに重さで痛いです。あと脇、ここ切ったところがズキズキ痛む感じはあります。太ももの脂肪吸引は内側と前ももから取っただけだから、座るときとかは全然痛くないので、歩くときだけ痛いかなって感じです。これから早く痛みが取れていったらいいなって感じです。ダウンタイム3日目です。2日目は1日目と変わらず痛くて横にずっとなってたんですけど、今日3日目で少し動くようになってきたし、触ってもそこまで痛くなりました。まだ黄色くあざとかにはなってないんですけど、明日以降なってくるんじゃないかなと思います。脇も割と動くようになって生活が不自由じゃなくなってきました。足のダウンタイムは3日目になって結構慣れてきたのか楽になってきました。歩けるようになったし、着圧着脱ぐ時の痛さはまだあるんですけど、それがもう慣れで全然苦じゃなくなってきました。ダウンタイム4日目です。3日目まであったこの起き上がった時の胸の痛み、重さで痛いのが4日目になってだいぶなくなってすごい楽になりました。テーピングを貼っているおかげかもしれないんですけど、その生活しやすさがだいぶ変わりますね。このガーゼはちょっと痒くなってくることが多くなったので、こまめに張り替えて汗もかかないように気をつけてます。太ももの脂肪吸引はまだパチパチなんですけど、痛さで言ったら筋肉痛
がちょっとひどいぐらいで、全然歩いたり散歩したりする分には支障ないぐらいになってきました。ダウンタイム5日目です。5日目は昨日とあんまり変わりなくて、ただこのガーゼがやっぱりすごい痒くなってくるのが一番今困ることぐらいで、痛さとかはもう全然なくなってきて、胸の痛みよりは太ももの脂肪吸引の方がやっぱりまだ筋肉痛感が残っていて、そこまで胸の方で支障はないですね。お風呂も普通に入れますし、頭もなんかそのどんどん脇の可動域が広くなってきて困ることが少なくなってきました。内出血も全然出てなくて、張ってる感じはあるんですけど、なんかそれも全然初日に比べると窮屈じゃない張りになってきて、まだ感覚は鈍いんですけど、これから良くなっていきそうだなって感じがします。ダウンタイム6日目です。もうだいぶ痛みもなくなってきて、普通にいつも通りの日常生活が送れるようになってきました。脇も全然ここぐらいまでなら上がるし、まだ完全には上がらないですけど、痛みもないですし、胸の張りも4日ぐらい、4日以降からあんまりそのパツパツ感とかがなくなってきて、違和感がなくなってきました。なんか自分の体に馴染んできてるなって感覚があります。太ももの脂肪吸引の方も今は黄色くなってきて、筋肉痛ぐらいです。太もものねからのハイブリッド包協と顔の脂肪注入の1週間ですけど、きつそうでしたね。実はだいぶ帰れました。帰れました。麻酔のおかげ。麻酔のおかげで次の日の方が痛かった。だいぶもう3日目ぐらいまではそうなんだ。寝たきりでどっちが痛かったですか？こっちとこっちは。足は座ってたら全く痛くなくて、胸の方がやっぱ痛かった。胸は動かなくても痛かった。そうかちょっと痛がってましたもんね、結構。今回太もも前週じゃなくて前側と内側なんで、前週の人よりはちょっと軽めだったんで、もし前週したら多分太ももの方がハイブリッド包協にいってるかなと思うんですけど、ハイブリッド包協もねしっかり剥離してね、で脂肪注入でも入れるのでどっちもの痛みが来るので結構辛いかなと思うんですけど、ちょっと胸の真ん中だけいいですかね。今なんかサイズ感いい感じなんですよね。今張り感があるんでね、ちょっと落ち着きますけど、でグーッとやってもらっていいですか。ここが気になるんですよね。で、僕のインスタグラムとか見てもらったらあれなんですけど、1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の経過載せてるんですけど、大体1週間の時はこうなんていうかな、横にこう削状の線が入ってる感じが出てるとは思うんですけど、これ絶対治りますので、3ヶ月の時に稀に皮膚の引き連れとかね出る人もいるんですけど、大丈夫だと思うので、ちょっと様子見てもらって、これからどんどん滑らかになっていく感じですね。他は何か気になるとこあります？これ以上細くなるんですか？全然なります。腫れてるからむしろ多分実年より太いと思うんですけど、ちょっと足いいですね。やっぱあんまり内出血出てなくて、もういい感じかな。すごい細い、いいですね。この筋肉の筋がね綺麗ですね。とても。ちょっと待ってますね。ダウンタイム7日目です。今日抜歯行ってきて傷跡もすごい綺麗で、お家に帰ってからはこの韓国で買った傷跡に塗るクリームを塗って、上からテーピングを貼って剥がれやすいんですけど、貼って服とかで擦れないようにしています。診察してもらった時にここに気になってたポコボコみたいなちょっとなってるところ気になるっていうのを相談したら、これも
徐々になくなっていくということで、今は様子見って感じですね。痛みはもうほぼなくて、まだここの上の張り感が出てるなっていうのは感じるんですけど、痛みとかは特にないです。足の脂肪吸引の方は内ももと前ももの脂肪吸引だったんで、そこまでダウンタイムもひどくなくて、今は黄色くなっているぐらいで、歩くのとかは全然問題なく歩けます。ダウンタイム9日目です。8日目は7日目とそこまで変わらなくって、でも今日9日目からなんかすごい急に変化してきて、それが胸のこの突っ張り、まだ全然触るとゴムみたいになんか伸びてる感じはするんですけど、なんだろう、感覚なんですけど、前まではそのつけたみたいな重さとかを感じたりとか、ボールをつけたみたいな感覚なんですけど、今9日目になって、自分の体になってきてるっていう感覚がすごい出てきました。痛みももうほぼほぼないですし、この脇の傷跡もすごい綺麗で、これは脇のシワに馴染んでくれそうだなって感じがすごいします。太ももの脂肪吸引は今日からインディバ行ってきて、インディバ行くとやっぱ直後はすごい楽になるし、この腫れも効くみたいなんで、これから何回か通っていこうかなって感じです。痛みはちょっとまだ付け根のあたりとかたまに痛い時があるんですけど、全然生活が困るほどではないです。ダウンタイム10日目です。昨日インディバ行ってきて、足がすごい楽になったし、痛みも少し良くなったかなって感じがします。胸の方はもうだいぶ動くようになってきたし、痛みはまだこの上の部分が引っ張られてるなとかパツパツしてるなって感覚あるんですけど、そんな痛いとかはあんまないです。起き上がる時にまだちょっと重たいから、ちょっとこうやって持ちながら起き上がったりしてるぐらいで、何もしてない時の痛さとかはなくなりました。ダウンタイム12日目です。11日目は10日目とあまり変わったことがなくて、今日はもう足はまだ筋肉痛の痛みがあるんですけど、全然普通にもう仕事出れちゃってますね。仕事も出て痛さとかで困ることもないし、今まで通りと変わらない仕事ができてます。ここのパツパツ感はまだ全然残ってます。胸もまだその自然な胸では全然ないので、これからどんどん柔らかくなっていくんだなっていうのは日々実感してます。傷跡はなるべくも乾燥させないように常にこまめに傷跡のクリームを塗ってます。痛みは全くないです。実が14日目です。今日は運転してちょっと遠くまで行ってきたんですけど、脇が切ったところが前までちょっと痛くて上がらなかったんですけど、だいぶこの辺まで上がるようになってきて、ここまで上がらなかった人とか、ここら辺の時とかは運転がちょっと怖かったんでしてなかったんですけども、今は全然余裕で上がるのでできるようになりました。足の脂肪吸引は
面積は狭いんですけど、前ももと内ももだけだったんで、ちょっと拘縮始まったかなって感じで、あんまそこまで気にならない感じですね。まだ付け根がちょっとボコついてるところがあったりするので、そこはインディゴ通ってなくなっていったらいいなって感じですね。この付け根、前ももの付け根の部分が座ってから長時間座った後とかに立ったら伸びる時、伸びた感じがして痛いなって感じる時はあります。でもそこもその立った瞬間が痛いだけで、ちょっと歩いてるとすぐ良くなるので、これも徐々になくなってくるかなって感じがします。ダウンタイム15日目です。今日で術後2週間経ちました。だいぶ胸も自由に動くようになってきて、術後直後のパツパツ感も徐々に消えてきてるなってすごい実感します。足の方も、まだ拘縮はあるんですけど、毎日マッサージしてるとどんどん自然になってきて、そんな気にならなくもなってきました。痛みはまだ起き上がる時とかの痛みはあるんですけど、その時以外の痛みは全く感じないです。服を着た時に横から見える胸がすごく大きくなっていて嬉しいなって感じがします。ニットとか着ると分かりやすくて、服を選ぶのが楽しくなってきました。2週間経って傷口もすごい綺麗で、ただ乾燥したりするとチクチクって痛くなってきたりするのかな。乾燥しないようにずっとクリームを今も塗り続けています。ダウンタイム16日目です。まだこの右の胸が寝転がった時に上に上がってくる感じでちょっと圧迫感があるので、このテーピング貼るとだいぶ良くなります。で、最近は胸もだいぶ柔らかくなってきて動くようになりました。でもやっぱりまだ人工的なお胸だなって感じはします。足の脂肪吸引の方は、変わらずで、座った後とかに立つとこの付け根の部分が筋肉が引っ張られる感じがして痛ーってなるんですけど、これも全然すぐ良くなります。あんまり15日目と変わることはないです。ダウンタイム17日目です。胸の方は昨日とあんまり変わりはないんですけど、足がここ数日急に細くなってきたなってすごい実感するようになりました。むくみが取れてきたのかなっていうのを感じます。足の方はインディバ通いつつ、家ではクリームをたくさん塗って強すぎない程度でマッサージを毎日するようにしてます。脇の傷跡はだいぶ薄くなってきました。すごい綺麗な傷跡で日々良くなっていってるなって感じます。ダウンタイム18日目です。まだ寝転がった時のこっち側だけの胸の痛みが残ってるのでテーピング貼って様子見ています。この手術した胸の部分と足の乾燥がひどいので毎日保湿クリームをしっかり塗って寝るようにしています。脇の傷跡も毎日欠かさず乾燥させないようにこまめに傷跡に効くクリームを塗るようにしています。
足はもうあざも完全に消えて元の足に戻ったって感じですね。黄色みも全くないですし、拘縮も私は思ったより出てなくって、付け根の部分にまだちょっとしこりみたいなのが残ってるので、毎日マッサージしてほぐしていたら日に日に良くなっていってます。ダウンタイム19日目です。最近はあんまり大きな変化はないんですけど、この足の方が日に日に痛みが取れていって、立った時の座ってから立った時の筋肉が伸びる感じも少しずつ良くなっているなっていうのをすごい実感しています。術後から毎日続けていることは、先生も飲んだ方がいいって言ってた豆乳をそんな多くは飲めてないんですけど 200ml は毎日スムージーにして飲むようにしています。術後から毎日続けていることはそれぐらいで、変化はちょっと分かんないんですけど、気休めぐらいで飲んでます。胸も日に日に柔らかくなってきて、すごい動くようになってきて、こっちの方がやっぱまだちょっと張ってる感じあるんですけど、こっちはすごい柔らかくなってきてます。ダウンタイム22日目です。昨日おとといはちょっと忙しくて撮れなかったんですけど、この脇の傷の部分がフグ切るときに一回ここで止まるんで、その時に痛って感じるぐらいで、腕を上げたり何かもう上のものを取るときで全然普通に上がるので、特に問題はないですね。あとちょっと乾燥してくるとピリピリした痛みが出てくるので、クリームは欠かさず塗るようにしてます。胸は私はあんま黄色くなったりとかしなかったんで変化があんまないんですけど、一番の変化はやっぱ日に日に柔らかさが出てくるのがすごい実感しますね。だって横で寝た時とか、胸の位置移動してるなとか、柔らかくなったおかげで前までボンってついてたものが動くようになってきたのを感じます。足の脂肪吸引の方は最近やっとむくみが結構取れてきたなって感じてきて、細さも感じてるのでミニスカートとかやっと履くようになりました。それまではずっと長ズボンでやっぱ気にしてたんで長ズボンばっかり履いてたんですけど、もうミニスカートも履けるぐらい気にならなくなってきました。ダウンタイム23日目です。変化はあんまないんですけど、最近動くようになってきたってので、こうやってやった時にこの理想だったこの Y 字じゃなくて綺麗な I 字になってて、お店でドレス着た時とかも女の子にすごい綺麗な I 字だねって褒めてもらえて、やっぱ脂肪も一緒に入れたおかげなのかなと思って、やっぱハイブリッド補強してよかったなってすごい実感してます。他の子とかにこうやってちょっと触ってもらったりした時に全然シリコン感ないみたいな感じで言ってもらえて、多分それはこの柔らかさとかも全部脂肪のおかげなので入れてよかったなって思います。足はあんまりそんな量を取ってないんで拘縮があんまなかったんですけど、この付け根の拘縮が始まってきたのかちょっと硬さを感じるのでマッサージをしてほぐしてます。ダウンタイム24日目です。胸の方の変化はまだちょっとこっち右のここがちょっと触ると痛い感じなんですけど、それ以外は特に問題はなくて、足はやっぱちょっと座った後のこの前ももの付け根が
違和感あるなって、ピリピリするなって感じはあるんですけど、痛みは全然その一瞬だけが痛いだけで、他の時は特に痛みは感じないです。圧着着は最近はもう日中は正直あんまつけてないんですけど、出かけることが多かったりするんで、出かける時は前までは長ズボンで隠して履いてたんですけど、最近は足出せるようになってきたので、その時は脱いで夜お風呂上がってマッサージして寝る時は必ず着用して寝るようにしています。ダウンタイム25日目です。最近はこのまた胸のとこと足の脂肪吸引したとこの乾燥がひどくて、皮がめくれてくるくらい乾燥しちゃうので、保湿クリームをしっかり塗るようにしています。胸が大きくなったおかげですごいウエストのくびれが目立つようになって、ニットの服とかを着るのがすごい楽しみになりました。横から見た時もこのやっぱデミにしたおかげで高さが出てて、ミニか迷ったんですけどデミにしてよかったなって思います。ダウンタイム29日目です。最近は服に合わせてこのノンワイヤーのブラを数時間とかつける時があるんですけど、術後パンパンでもう全然動かなかった胸がもうここまで動くようになって、やっぱブラをつけると大きさをすごい実感するし、私がすごいなったら嫌だなっていうここが Y 字になるのもなくて、すっごい自然なおっぱいになったのを実感します。おっぱいがやっぱ大きくなるとウエストがしっかり出るのですごく嬉しく思います。足は突っ張りとかもだいぶなくなってきて、この前ももの付け根が痛かったところも今はもう全く気にならないです。今日でダウンタイム1ヶ月経ちました。ずっと後半も長く続いていたこっちの右胸の上の痛みももう今触っても何にも痛みがなくなりました。結構ここの痛みが長くて不安だったんですけど、やっぱ利き腕だから痛かったのかなっていうのを感じています。今はもう何ともなくて、やっと胸の痛みがなくなりました。脇も服を着るときにここで止まった時がずっと痛かったんですけど、それも気がついたら全然痛くなくて、とても順調に治っているのを実感します。足の脂肪吸引は、細くなっているんですけど、先生今3ヶ月経つにつれてもっと細くなると言っていたので、まだこれから変化がすごい楽しみです。拘縮もマッサージをしているおかげでそこまでなくて、もう今1ヶ月経った時には痛みとかはもうほぼなくなりました。柔らかさもすごい出て、初めカツカツだった時を思い出すとすごいここまで変わるんだなっていうのを感じています。太ももからのハイブリッド補強で1ヶ月ですけどね、もう大変さはあります今？全くない大丈夫？最初の方はきついですよね。最初きついですだいぶ。どれぐらいで収まりました？1週間の時はまだきつかったですよね。1週間でも痛かった。2週間ぐらい2週間ぐらいからもう全然普通。大丈夫、日常生活の。でかなり細い方だったんです。なんか拘縮もあんまりないからすごい滑らかで、なんか細い人がね受けてもらえると本当にボコつきなくできるんで、ぜひある程度痩せてから受けてもらえるとすごいやりやすいかなって思うと、非常に綺麗な感じで
めちゃくちゃいいかなと思うんで、まあ3ヶ月で、まあちょっともうちょっと細く滑らかになると思う。で、まあここも自然な感じでなってるので、まあ今経過良好かなと思うんで、1ヶ月だとまだ張り感あるので、ここから3ヶ月から6ヶ月かけてさらに滑らかに自然になるので、より綺麗になるかなと思うので、経過は非常にいい感じかなと。あとまあ傷跡がちょっとやっぱりまだ全然赤いと思うんで、そこはなるべくこすらないようにと、あとタバコ吸う人はちょっとタバコ吸うんでしたっけ、あ、そうまあちょっとあんまり良くないですけどね、できればちょっと減らしていってもらえたら、そこは早くなると思うんでやってみてください。はい。からのハイブリッド補強、大体3ヶ月ぐらいですね。痛みとか特にないです。全くない。大丈夫そうですか。元から細かったんで、ちょっとあれですか、増えたんですか、体重。増えました。何キロぐらい増えたんですか。3キロ。ああ、でもまあ細いんでね、今日範囲かなと思うんですけど、ちょっとグーってやってもらっていいですか。まあこの時にね、3ヶ月の時に引き連れとかなかったらもうバストは心配ないかなと思うんで、このまま経過見てもらって、でちょっと右だけちょっと若干赤い感じが出てるんで、ここだけ経過見て半年の時にもしあれだったらケナコルト注射、傷跡をちょっと和らげる注射をしようかなと思うんですけど、こっちはまあこのまま見てもらったらいいかなと思いますね。でちょっと足の傷も見てみます。足は結構綺麗に治りそうですけどね、右だけちょっと様子見て、おだこ吸いますよね。禁煙はできないですよね。厳しい。なるべくちょっとタバコはちょっとね、傷跡にあんまり良くないんで、本数だけ出してもらって、あとは保湿をちょっと頑張っていただければと思うので、ちょっとまた見せてもらったらと思いますね。まあバスはいい感じで、まあ足も元から細かったんで、ボコついてないですね。ボコついてない。いい感じだと思うんで、ちょっとそこだけまた見せてください。はい。じゃあ太ももからハイブリッド補強、大体半年ですね。ちょっとまだ右がピキッと痛む時あります。たまに、ほんとたまに。ほんとたまに。どういう時は痛みますか。ふとした時。ふとした時。まあじゃあそんなに日常生活に支障はない。ないね。ないです。たまにちょっとね神経がちょっと過敏になったりとかする時あるんですけど、大体まあ1年以内には治ってくると思うんで、そんなに気にしなくていいかなと思います。で、まあ周りになんかちょっとやっぱり鈍くなったりとか、神経が過敏になったりする時あるんですけど、過敏になるのは戻るんですけど、鈍くなったらちょっと戻らない時もあるので、それはちょっとシリコンバッグ入れる時のデメリットかなと思いますけどね。結構症例写真持ってきてもらって、このバストにしてくださいって言ってくださる方もいるし、なんかすごい綺麗な感じで。綺麗って言われます。よかったよ。ぜひダウンタイムの経過とかもすごい丁寧な感じだったので、よかったかなと思うんですけど、タバコ吸われてましたよね。吸います。何本ぐらい吸ってました？ 1箱ぐらい。1日。できたらタバコでやっぱりちょっと傷跡とか、あと脂肪の定着にちょっと良くない。ちょっとここが若干盛り上がってるんで、今ケナコルト注射打ったんで、まあそんなにすごい盛り上がってるわけじゃないので、打ってもいいですか？右と左だったら右の方があれですよね。ちょっと打って、経過見てもらって、これぐらいだったらね、本当に1回でも治る時治るので、で、赤みは1年ぐらいで徐々に効いていくので、ちょっと盛り上がりだけ抑えてあげる感じでやってあげて、あとはちょっと赤みがあるうちはまだ保湿をやっていただければと思いますね。
なんかこれからハイブリッド補強受ける人になんかこれ知っといたらよかったなとかいうアドバイスだったら。知っといたらよかったなっていうより感想だと、なんか女の子とかに触ってもらうと全然わかんない。やっぱ脂肪入れてるのがあってめっちゃ柔らかいって。そうですよね。なんか意外とハイブリッドの人、周りからバレないっていう人多いので、なんかその脂肪でコーティングすることによってちょっとなくなるんですけど、一回こう、皮膚の表面を押されるので、それでシリコンがパツパツ感がなくなって、皮膚の引きつれとか滑らかさが出たりとかするので、ハイブリッド補強ね、結構満足度高いと思うので、ぜひ参考にしてください。